一級総裁ディレクターの与藤壮太郎でございます。今回ですけども 5G が葬儀に革命を起こすというテーマで動画を撮っていこうと思います。スマホをお使いの方は現在 4G の通信規格を利用している方が多いと思います。少しずつ 5G の波がご自身に近づいてきているのを感じていると思います。実際に 5G の通信規格が毎日使えるようになった時、葬儀に起きる変化はどうなっていくのか、そして葬儀に革命は起こるのか予想していきたいと思います。この動画を見ると 5G が葬儀にとってどうメリットになっていくのかがわかるかもしれません。今回はあくまで個人的見解で予想をしていく動画となりますので楽しんでご覧ください。このチャンネルは葬儀で役に立つ情報や葬儀者の仕事内容を配信しています。次回の情報を見逃さないために今のうちにチャンネル登録をお願いいたします。それでは行きましょう。まず 5G の特徴をお伝えいたします。1つ目、高速かつ大容量、通信速度が飛躍的に向上します。例えば2時間の映画を3秒でダウンロードすることが可能になります。容量の大きな映画をダウンロードする時の待ち時間がほぼなくなります。2つ目、超高信頼低遅延、通信の遅延が少なくなり安定した接続が可能になります。特にクラウドゲームにおいては遅延を気にせずプレイを楽しむことができるようになります。3つ目、多数同時接続、より多くの機器を同時にネットに接続できるようになります。モバイル端末だけではなく家電なども IoT の利用が本格的になっていきます。この特徴を踏まえた上で実際に何ができるようになるかを調べてみました。車の自動運転、 VR、AR、MR の仮想現実空間、 4K、8K 映像の配信、スマートホーム、スマートオフィス、スマートショップなどが挙げられます。一見葬儀とは関係なさそうなことばかりに見えますが、葬儀においての悩みや問題解決につながるための前向きな予想になるように、あくまで理想論として自分なりの考えをまとめていきます。まず自動運転です。 5G の超高信頼低遅延という特徴を生かして車の自動運転が広がることが期待されています。ネットワークに接続して自動運転で走行する車が増えると、お互いに通信して車間距離を保ち安全に走行することが可能です。例えば車のブレーキやアクセルなどの操作を遅延なく周囲の車に伝えることで衝突を回避することができると言われています。自動運転の車が増えて事故が減るとなれば自動運転の車の割合も増えていくと予想されています。自家用車の自動運転が増えていくと将来的に霊柩車や寝台車も自動運転になるかもしれません。亡くなった方を搬送するのは人によっては緊張する方もありますし、ご家族の方が同乗されている場合さすがに無言のまま運転するのはとても緊張感が高まってしまいますので、なるべく会話をしてお客様からいろいろなお話を聞かせていただきたいと思うスタッフは多いと思います。しかし運転に集中しなくてはいけない上に会話もしなくてはいけないのはどうしても難しいと思う方があるかもしれません。自動運転になれば運転は車に任せて同乗の家族の方と大切な会話ができるようになったり、時間を有効活用するために車の中である程度葬儀の相談ができるようになるかもしれません。そのように霊柩車や寝台車の自動運転は事故が減るという安全性とスタッフのストレス軽減を実現してくれるようになるかもしれません。次に VR、AR、MR の仮想現実です。 5G の高速大容量通信と低遅延を利用することで VR、AR、MR などを利用した多彩な表現が可能になります。 VR は仮想現実のことでディスプレイやゴーグルに投影された仮想空間で現実とは異なる世界を体験できます。 AR は拡張現実と言われるもので現実世界に仮想現実を加えて現実を拡張した世界を体験できる技術です。 MR は複合現実と呼ばれており現実世界を反映した仮想世界を体験できるものです。これらの新しい技術はエンターテインメント、ゲーム、医療、商品開発、技術開発などの様々な分野で利用され始めています。例えば今までずっと仲良くしてくれていた方が亡くなってしまい葬儀に行こうと思っても行けない状況になってしまった時にゴーグルをつけると会場に座っているというような光景を体験できるようになると実際に参列した感覚になってとても嬉しいと思います。会場や祭壇を自宅に投影することが可能になるかもしれません。実際に祭壇を前にしてご焼香ができたり喪主の挨拶などを聞くことも可能になるかもしれません。本物の祭壇と家族に会って直々に挨拶したいところですがどうしてもそれができない状況になった時に仮想現実の技術はかなり有効に働くかもしれません。
次に 4K、8K 映像の配信です。 5G の高速大容量通信を利用することで 4K、8K 映像など大容量のコンテンツをスムーズに配信することが可能になります。遠隔地からもスポーツやライブなどのエンターテインメントを会場にいるのと同じように楽しむことができます。例えば葬儀会場とは別の場所に大勢の人が集まって同じスクリーンを見て本当の葬儀さながらの映像を中継してあげることが可能になるかもしれません。仮に海外の方と日本の方の夫婦がいたとして、お連れ合いのどちらかが亡くなった時のお葬式ではこのやり方が日本と海外の距離の問題を解決してくれるかもしれません。録画の映像でお見せすることは簡単ですが、ライブで見れるのなら当然その方が見送りたい人にとって需要がありそうです。何より最後の式典をライブで見られることはほとんどの人にとって大変喜ばれます。次にスマートホームです。 5G の多数同時接続を利用することで照明やエアコン、洗濯機、鍵など家にある様々な家電や設備を IoT デバイス化してスマートフォンから操作するスマートホームの実現が可能です。現在の IoT デバイスは家庭用の Wi-Fi 回線を利用しているケースがほとんどですが、 5G が普及することでより多くの IoT デバイスを直接操作することも可能になり、それらを連携させることで利用の幅が大きく広がると言われています。葬儀においては配管の管理が楽になるかもしれません。例えば照明の消し忘れやエアコンの消し忘れをスマホで確認して防止することができます。鍵の施錠もスマホで簡単にできるようになります。不審者に侵入されては困りますので厳重に注意をしていますが、警備のかけ忘れや鍵のかけ忘れなどは経験されている葬儀者も少なくないと思います。鍵を閉め忘れたのを家に帰ってから気づいた場合でもスマホで簡単に鍵をかけることができそうです。また夏の暑い時期や冬の寒い時期に会館の中が暑かったり寒かったりした場合、現場に行ってリモコンを操作してスイッチをつける流れだったのが、スマホで遠隔操作することでスタッフが誰もいない時に会場に行きたいとお客様から連絡があったらすぐにスマホでスイッチを入れて、お客様が会場にお越しになった時にはすでに涼しく暖かい状態にすることもできそうです。照明やエアコンの確認では小さな会場であればまだマシですが、大きな会場になると1人で確認して回るのはかなり大変ですので、ある程度の人数で会場の照明やエアコンの確認と鍵の閉め忘れを確認することになっていますが、それをスタッフ1人が指1つでいとも簡単に管理することが可能になります。スタッフが他の仕事に回れるので仕事の効率化が予想されます。人手不足の葬儀者にとってはとても助かる手立てとなりそうです。次はスマートオフィスです。 5G の高速大容量通信と低遅延を利用してオフィス以外の場所でもオフィスと同じ環境でストレスなく働くことができます。テレビ電話や VR 会議でコミュニケーションを担保しつつ、時短勤務やリモートワークの環境を整え働き方改革を実現することが可能です。オフィスの設備を最小限にしてさらにエネルギー消費も減らすことができ、コスト削減につながります。現場にいるスタッフが会社のパソコンをつないで遠隔操作できるようになるとリアルタイムで情報の更新ができるようになります。打ち合わせの進捗状況を常時最新の状態に保てるようになると、現場から会社に帰ってきて手配や指示をする必要がなくなります。例えば現場から会社まで45分かかる場合だと45分の間にほとんどの手配が完了できるくらいの時短になります。もしミスがあったとしても45分は時短をしているので取り返しができてミスを未然に防ぐことができ、施工の品質向上に役立つと予想されます。次にスマートショップです。 5G の高速大容量通信を利用することで高精細なネットワークカメラを店舗内に設置する柔軟性が高まります。 AI も活用することで顔認証や物体検知、人流解析などを実現し、無人店舗やセキュリティ、マーケティングを高度化することができます。 Amazon Go などがイメージしやすいかと思います。主に商品販売をする店舗で活用される動きに見えますが、葬儀の商品だとお線香やろうそくなど普段からご供養に使用されている商品などは無人店舗で販売される未来が来るかもしれません。実際の葬儀の式典では人間が関与しないとまだまだ進行が難しそうなので、無人店舗というわけにはいかないにしても、受付や焼香の案内を人工知能搭載の機械がするようになれば、少ないスタッフでも大型の葬儀を進行することが可能になると思います。葬儀においては AI と人間の共存で仕事をしていけるようになれば、仕事のクオリティが上がり効率的になっていくと考えています。
いいか悪いかは別として、公電は電子化が始まっています。 PayPay で公電を受け付けるところもあるようです。ただし音が鳴るので、その電話は注意が必要になります。これからはどの業界でも人手不足や様々な問題が深刻化してくると思いますが、 5G がもたらす便利な世の中に期待しています。今できないことができるようになっていくと、あんなこともしたい、こんなこともしたい、お客様に喜んでもらうためのアイデアに制限がなくなり、自分が思い描く理想に限りなく近いサービスが提供できるようになると期待しています。これは無理、あれは無理という状況では打破できないこともたくさんあるのが現状です。 5G の波に乗ってお客様に喜んでもらえるように頑張りたいと思います。 5G は機械的だ、人間味がなくなると不安に思う方もいるかもしれませんが、現代ではスマホで 4G を使えるようになって生活が激変したと思います。好きなものを好きな時に変えて、好きな時に人と会話ができて、好きな動画をスマホで見れるようになりました。こんな状況をスマホを使う前に想像できていた人は少ないと思います。逆に今スマホを使っていてガラケーに戻すのは多分無理だと思うくらい、自分たちの生活を便利に変えてきました。 5G ではこの変化よりも大きな変化が来ると言われていますが、今後の 5G の流れでさらに生活が便利になり、喜ぶ人が増えると思っていますし、葬儀においても役に立つ要素がかなり増えてくると思います。時代に合わせて変えていくべきことは柔軟に変化させていき、絶対に変えてはいけない大切なことはしっかりと心に留めておいて、お客様にもっと喜んでもらえるこれからの葬儀を真剣に考えていきたいと思います。今回は 5G が葬儀に革命を起こすというテーマでお話をさせていただきました。この動画が参考になった方は高評価ボタンを押してください。葬儀で後悔しないためにお役に立てるような情報をどんどん配信していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。葬儀で後悔しないチャンネルでは、ネットの記事や文字を読んだだけではいまいち理解ができないと思う方が、動画なら分かりやすいと思ってもらえるようなスタイルでお届けしています。家族葬が当たり前になった時代だからこそ、どんな思いで送り出すのかが重要になってきていると思います。亡くなった方が報われるだけではなく、残された家族の皆様が気持ちに整理をつける大切な日になります。小さくてもしっかりしたお葬式がしたい、大切な方の最後を安心して見送ってあげたいと思う方の支えになれるように配信をしていきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。一級葬祭ディレクター資格を15名取得しております。高評価、コメントは大変励みになります。 YouTube 以外にも SNS をしていますので、ぜひチェックしてみてください。またお会いしましょう。